こんちは。お守りとゴール武器の探索パートに始めてまいります。無事編集が終わってれば、これが2026年1本目の動画。皆様明けましておめでとうございます。今年の10月で 4G 発売から1周だって、恐ろしいねほんと。我々は引き続き 4G やって、その様子などお届けするから、今年もよろしくね。じゃ、新年初のお守り掘りといきますか。とってんの思いっきり年末ですけど。とりあえず今回まではガブラスツアーを利用します。次回からは別の区へ行こうかなと。どうやら村の出役が早くて熱いらしい。装備は考えてるから次回から採用してみよう。1回あたりは数十秒程度の短縮だが、何回も回してれば差はどんどん大きくなるよね。とにかく試行回数が命ですからね。ちりつもってやつですな。そういえば前回の動画では、秘境の花の採取を忘れてましたね。コメントで指摘もらって思い出したね。あそこからもお守りが出るからちゃんと採取しよう。これも同じくちりつもの話、回数重なると響くからな。さて、そうこうしてるうちに掘り終えました。風オマが9つも出ましたよ。いいね、お守りの最大所持数は10だったよな。マックス近いやん。これ、猫や報酬で出た分は含まないよな。さすがに全部鑑定してもらえるはず。で、最初からたくさん鑑定はできましたが、残念ながらめぼしいものはございませんでした。では、錬金を仕込んでから再度回りましょう。どうも最初にシナトによるの忘れます。お守り錬金って意識してないとマジで忘れんだよな。武器の方をずっと狙ってたからね。今日はなんだかおまますの発動率がいい。神が我々に神オマを当てろと言ってるようだ。50% でお守り2倍ってよく考えたらすごいですよね。これだけは手放せません。それじゃあ気合い入れて掘っていきましょう。パートにてゴールしてもいいんですよ。あ、ちなみに神オマやゴール武器が1本出たところで、このシリーズ終わらんからね。ゴールといっても何種類もありますから、終わりっこないんですね。で、竜の攻撃銃が出ましたね。切れ味にスロ1だから上位でも弱そうですけど。切れ味のスロ3だったら G 級でも採用できそう。そんなの竜から出うるのか知らんが。その後からは不作が続いた。肝心の風オマが全然出なくなった。最低でも2、3個くらいは集まるんですが、正直5個は出ないと鑑定しがいがないです。鑑定したら下で伝説ばっか、とかね。紫ナイトがっかりなのは武器と同じだ。風オマから伝説になる条件はよく知らんけど、ろくな5隻になったことないよ。フルオマから出る王や女王のイメージですね。一応毎回見てますけど。良くも悪くもゴールが一つではないので、この辺は数をやってみて、ですね。我々ってほんとお守りには飢えてるからね。少しでも良さそうな5隻は採用余地がある。ここでマカ錬金がまた来ているが、こっちは安定して風オマが出ているな。こう見るとマカ錬金も悪くないですね。ガブラス1回分くらいの価値はありそう。これだけを回すのはさすがに気がめいりそうですが、ツアーのお供で見る分にはいい施設です。我々の場合は動画用のネタにもなるからね。神オマ出たら出たでずっと使えるし。そう考えると一石二鳥やんこの企画。永遠続けられるわ。あとは取れ高だけ気になるところですね。神オマと言わず、強オマの一つでも出てくれれば。いやいや、ゴールは見据えるが欲を書くな。来るもんも来なくなる。神オマやゴール武器は何気ない日常にこそやってくる。とにかく無心で掘るんだ。物欲センサーはあらゆるところにあるということですが、波の精神力では太刀打ちできません。少し欲を書くとこの通り、なんと不良魔10の風オマ0でした。なんだこの虚無い報酬は。猫も1個くらい持ってこいよ。竜5石もスキルによっては選択肢なんだけどね。属性攻撃系とかは強いイメージある。攻撃スキル以外も必要ではありますもんね。他には五石王やら千里眼なんかもあると便利。さて、お守り掘りはこの辺で締めましょうか。特に見れるもんは出ず。まあしゃあない。また次回に期待。じゃあこっからは武器狙いね。前回からの続きで、ジャークで体験掘るよ。ちょうどラータンデレアがついてました。まずはこれで肩慣らしといきましょう。装備は前回に続き混合体入りのクーネです。ちゃんと競争も持って、いざ。ジャークのラータン、どんくらいで回ってたっけな。10針は出てたと思うんだけど。こういう広い地形のラーチャークって結構むずいと思うのよ。そうポンポン調質も入らんし。避けるか追うかの展開になりがちなんですよね。そうそう簡単に殴らせてもらえません。広いと瓶回収もまあまあ難しいので、調出後の展開がまず良くないです。昼道管理がバッチリならいけんだろうけど、それだけで何ヶ月かかんのってね。裏でちょいちょいビルクエ探索もしてんだけど、崖上クエも簡単には出んからね。オンラインがあれば視聴者さんとクエ交換でもできましたが、こればかりはどうしようもないですしね。さて、そろそろ極限解除が来そうです。だんだんこの感覚も思い出してきました。やっぱ、クーネって他のチャークと使用感違うよな。ヒットストップが軽いからすんごいやりやすい。ソロ用ならゴールチャークを置いても使う余地がある。
切れ味の悪さが逆にいい味出してんだよな。まさに異端児って感じです。火力を除いても好きな武器。さて、あとは生存を重視しつつ斧を当てていきましょう。あんまりこのクエでぐだりたくないですよ。今回はもう1クエ回る予定だからね。このクエはあくまで前座。正直、アギトでゴール引くの微妙だから、そういう意味でも本気は温存しておこう。ま、来たら来たで嬉しいですけどね。選べる状況ならわざわざアギトは選ばないので。発光付きならアギトもまあまあ好きなんですが、もうこれ以上はやめときましょうか。見た目の好みは人それぞれだからね。各々で楽しんでおけばいい。んなことより性能のが100倍大事だ。出たら素直に喜ぶとしよう。出てないうちに言うのもなんですしね。気長に待つとしましょう。それで、バー戦の出だしはまあまあ順調だと思います。大きな悲願もありませんね。ただ、やっぱり攻めが下手なんだよな。プレイ見返してても思うわ。そのくせ変なとこだけ積極的で、これだとタイムが不安定なのもわかる気がする。ま、操作が単純に下手な部分もありますけど、なぜか攻撃してないとことかありますね。そのせいか腕ひるみのダウンが遅いです。一回も取れてないんじゃないですか。TA だとじゃんじゃん転がってんだけどな。もうちょい固執した方がいいのだろうか。この辺とかへったくそやな。どこ向かって抜刀してんねん。どこまで攻撃が入るかの判断が毎回遅いですね。特にローリングの対処が苦手です。少しでもずれると大ダメージなので、慎重か前のめりか分かってませんね。これ15分以内に終わるかな。巻き返さんと。さあ、後半戦だが、なかなかにぐだっておる。続強してないと惰性が不安です。この状態でうろうろするのやめましょう。多分これで最極3回目ですが、この解除については特に問題ありませんね。解放当ててりゃマジですぐ解除だからね。チャークの解除能力はズバ抜けてる。それに、極限だとモーションが長くなったりもするから、逆に調出チャンスもらえたりすんだよな。速度変化もありますしね。こっちは運次第ですが。岩投げめがけて調出を打ちます。クリーンヒットで華麗に解除。この瞬間がチャーク使いとして一番性を実感する。これやりたくて持ってるよ。それにダメージ面でもかなりでかい。調出の回数が多いと明らかにタイム減るね。クーネって瓶の火力マジでやばいですからね。斬撃も普通に強いですが。放出と調出の隙を見定めるのがクーネの攻略。ラーは結構スレスレで、ここが楽しいです。ギリギリの隙が多いからね。動きも早いし、簡単にはやらせてくれない。さてと、そろそろ終わってもいい頃だと思うが、どうかねラージャン君。後半になってブレスをよく使うようになりましたね。これは瓶次第では攻撃チャンス。次のエリチェンが来れば瀕死でしょう。早くしないと15分いっちゃいますが。くそ、足元にわらわらと空中どもが、いいとこなんだから邪魔すんねマジで。小型には前回動画で痛い目見させられました。今は体力的に大丈夫ですけど。虫に解放が当たると瓶を吸われたりします。普通に厄介です。おっと、しかしこれは確定行動のビームだぞ。絶好の調出チャンス。腕の突き出しをガード取って反撃だ。これで決まれ。本当は GP じゃなく普通のガードがいいです。これでひるんだら嫌なので。お、これはおそらく瀕死入りましたね。虫で瓶貯めてから行きましょう。でも結局15分は超えちゃったか。締めは良かったんだけどな。最後は普通の放出で討伐完了。じゃあお宝に向かうぞ。あくまで動画の趣旨はこっからですからね。風吹きの出はどうか。おお、出た、素晴らしい。レアからの風吹きの出現率は 7%。これは運がいいですね。なんと結局2個出ました。これはもしや来るのか。マジか、アギトだしな、困るな。よし、鑑定タイムだ。ここでまさかのボール武器が。出ませんでした。まあ、そう簡単にはねレアジュースらなしと。しかしこれはあくまで刀らし。次があります。さあ、では2戦目行こう。チャークラーだけじゃ前回と同じだからな。同じく担ぐのはクーネですが、こちらも我々の古の装備を復元します。ズバリ、こちらの高耳入り装備です。腰足の X0 はよくセットになりがち。やっぱり高耳って重いやな。武器スロゼロじゃ攻撃傷がやっとだった。ついでに今後体のリアクション軽減なしも痛い。あれって外すとめっちゃ効果実感するよね。これは体験装備でも同様の現象が起きます。近接武器に尻餅は命取り。さってことで来てるクエはバサーラーの体験たち。あの紙武器、ジークムントが惚れます。バサルの良さは何と言っても埋まってること。分断しやすいのがソロだとありがたい。しかもこのクエ、宝1で青3なんだよね。自爆マラソンにも向いてる。我々が持つ1728スムラの爆破ムント。彼はこのクエの自爆さんでございます。あれは夏の暑い日でしたね。確か歯医者行く直前に出たんでした。憂鬱な歯医者が吹き飛んだよな。またあの感動を味わいたい。それじゃあバサル戦行くぞ。
低体力だからクーネの調子は相性がいいんだが、腹が割れるまで弾かれが怖いんですよね。心眼を積む余裕は全くありませんでした。これが高耳クーネ装備を解除した理由です。さすがに積みたい保護スキルが多すぎます。バサルアシュって舐めてると普通に殺されるからな。弾かれてる場合じゃないよ。こいつにクーネ持つなら、周回でも高耳切りでいいかもな。火力取ってさっさと終わらせるべきかも。方向はガードから反撃入りますもんね。これは次回以降の検討事項ってことで。ソロでバサルやるときは先行付けにしてます。動かれると面倒なので。突進とか超痛いからね。連打されると困る。流れとしては結構相手の行動に左右されるかもな。結局は調子の隙もらえるか次第だね。思ったよりじっとしてませんからね。先行中でも尻尾攻撃は脅威になります。とりあえずさっさと腹を壊したいです。それと恐竜化の解除。爆弾持ってくれば腹割りやすいんだけどな。競争とか入れたらスペースがなかったわ。何はともあれ、隙を見て先行で足止め。なんかピシャルみたいな戦い方だな。硬くて体力が低いのも共通してますね。飛んでないだけはるかにマシですが。この調子でとりあえず恐竜化は解除です。同時に腹も破壊できたみたい。これで腹だけは殴れるようになったな。さすがに緑でも弾かれないぞ。よし、あとはこれの繰り返しだ。我々に調子のチャンスをくれよ。なんか久々にやると時間かかりますな。バサルは速攻で片付くイメージでしたけど。もう一頭のラーでだいぶ時間食ってんだよな。そのイメージが強いのかもしれん。先行込みでも恐竜化が普通に強い。結構ガチで困ってるわ。腹以外弾かれるのが思ったより厄介でした。上質の指導を何度か潰されてます。思うような手応えがないままエリアチェンジへ。上質打てるので悪くないですがね。ちなみに、ここにいる虫どももくっそ邪魔だよ。ものすごい殺意を持って向かってくる。単純に攻撃されたり防御下げられたり、余計なエネルギー吸ってオーバーヒートとかもあるな。なんでオルタロスまで攻撃的なんでしょうね。この世界の虫みんな凶暴すぎでは。20分張りになってしまいました。早く終わるのが利点の一つなんですが。くそ、昔はもっとやれてたはずなのに、腕の鉛を実感するぜ。この企画、リハビリとしてもちょうどいいかもね。プレイ取らない動画も結構作ってるし。そういう動画に限って編集作業が膨大ですからね。この辺はバランスを見てやってます。正月には帰省するんで動画は撮れませんが、企画に使うクエ育成などをする予定です。予定っていうか終わってるはずなんだけどね。この動画が投稿される時点では。年末はこれを見越して編集作業をしてた。だいぶ切り詰めた生活してたね。1日10時間くらい動画作ってたりしましたね。よく気力が続いたもんです。モチベはすべて見てくださる方がいるから続いてます。本当に感謝です。モチベってうまくいかないと湧かないもんだからね。ここが難しいところだよな。2026年も頑張ってやっていこう。見てくれる人がいる限りね。ですね。投稿2周年に向けて走っていきましょう。しかし、この狩猟は最後まで下りましたね。なんか閉まらないです。いちいち弾かれるからだいぶテンポが崩された。バサルに苦戦してるようじゃあかんな。21分かかってようやく狩猟完了だ。じゃあ、ムント君を見ていこうか。ちなみにたちは飛竜刀。こちらも正統派でかっこいいです。さあ、1本だけある体験がレア10。ここでまさかのゴール武器が。出ませんでした。この、通貨レア7と8ばっかなのはなんだよ。まあいいや、宝も出たし、ムントはまたちょくちょく掘っていこう。はい、というわけで新年最初の動画でした。成果の方は特になし。そういう作業やってるわけだし、気長に待つよ。よーし、じゃあまた動画制作頑張っていくとしよう。4G からのお年玉を願って。自分から掘りに行くお年玉。それもまた挑みがいあっていいですね。ほいじゃ、次の動画で。またね。